今回は自殺例の話です。皆さんこんにちは。キスカの異次元夢話、異次元ナビゲーターはキスカとアシスタントの琴音です。よろしくお願いいたします。はい。前回前々回ですね、川辺のお化けっていうことで話なんですけど、自殺例の話が出たんですよね。でそれ後ほどっていうことで言ってたんで、どうも本編の方に川辺のお化けの方に入れてしまうと話が長くなって3本4本になっちゃうような感じがしたんでで別個に話すことにしました。それでですね、琴音さんも自殺された方とか聞いたことあると思うんですけど、自殺例ってどうなると思います？天国にも地獄にも行けないわけでしょ。そうですね。で多分自分ではもうあの世に行ったとか、この世は終わったとか思ってるのに、この世にいるわけでしょ。パニクってますよね、きっと。パニクってますね。どうなるんでしょう。どうなるんでしょうね。で前回の女性ですね、川に身投げされた女性の場合はもうどうも天寿の年は越してたみたいなんですよね。でそれである程度スムーズにいったっていうのがあるんですよ。で本来自殺をしてしまうと、生まれる前にですね、人間みんな自分は大体どのくらい生きるって決めてきてるんですよね。誤差10年って前後10年ぐらいあると思うんですけど、そのくらいで決めてきてます。でよほどほら事故とかで突然起こった事故とかで亡くなるのは別として、自分で自分の命を絶ってしまった場合っていうのは、さっき琴音さんも言われた通り、地上さまようしかないですよね。その自分が予定していた年齢までですか？はい。大体おおよそのそのくらいまではもう地上にいないといけない。で天国にも地獄にも行けないと。でも、自分は確かに、命を絶ったんだって言うじゃないですか。なのに亡くなってないじゃんってなると、また同じこと繰り返すんですか？死んでないじゃんっていうか、死んだはずなのになんで生きてるんだろうっていうのが本心ですよね。でこれ以前もうこれ検証するためにだいぶ前にですね、自殺例見つけてから何をブツブツ言ってるのか調べたんですよ。あるところでですね、場所はちょっと言えないけど、そしたらなんでまた生きてるんだろう、死んだはずなのにって、それ男性の方で口癖みたいな感じで言われてました。でそうしてる間に俺はなんでこんなに不幸なんだろうになるんですね。でドイツのせいだって、あいつのせいだとか、人の名前が個人名がね、いっぱい出てきます。いっぱいいっぱい。そしたらその人のところ行っちゃうんですよね。お前のせいでみたいな。そう。お前が悪い、環境が悪いみたいなね。でそういうところに行きます。で悪さします。で悪さして、例えばそのキスカさんとかが見ると、胸ぐらつかんでオラオラとかやってるかもしれないわけじゃないですか。そうしたらやられてる方はどんな不都合が？病気しますわな。平たく言うとね。というかいつも体が重い感じがするとか、いつもなんか塞ぎ込みがちになってしまうとか、そういったのがやっぱり出てきますよね。で地獄霊と同じような感じになって、何かの拍子で生きててもってなるケースあります。ネガティブになるんですね。ネガティブになるね、とことん。特に恨みが強くて自殺した場合っていうのはそうなるし、恨みがないような感じで自殺されたりしても何かのせいにしてるんですよね。で昔のほら割腹とかね、あれってちょっと違うんですよね、また意味が。なんか大義とか大義とかね、なんかね大義があって死ぬ、自分で死ぬのと、人のせいにして自殺するのとやっぱちょっと違います。そうですよね。文字からして違いますよね。ただ心がどうだったかというので
その世界、その後の世界で変わるんですよ。ということはその大義があって、お腹切られたとしても、心が何かあいつのせいでとか思ってるとやっぱり違うってことですよね。違いますわね。でその後ほら解釈してくれる人がいるじゃないですか。その方がその人のもし罪があるとしたら、私が裁くということで打つんですよね。の役目。でその分でその罪っていうのが霊が書いた時やっぱり軽くなってるそうです。その話は解釈の話はさておいて、で自殺例の話になるんですけど、で亡くなった時の状態っていうのは同じことをずっと繰り返してるんですよ。でもそれを考えてたら、生きてても地獄だから亡くなりたいと思って立つわけじゃないですか。なのに実際命を絶ってみたのに、結局は亡くなった感がなくって、でまた苦しい思いをしてって、生きてても亡くなってても苦しい思いするわけってことですか？両方ですね。でただ生きてると変えることできるんですよ。で昨日までこういうふうに考えてたけど、今日からもう忘れようって、忘れちゃおうって、でそれで新しくやり直す、今までやってきたことをまた再度積み上げていくとかですね。で本当にいろんなことって人生起きるじゃないですか。琴音さん相談今日終わってからありがとうございます。またね、撮影参加していただいてますけど、大変ですよね、みんなね。大変です。でそこのところを切り替えると新しい世界開けるんですけど、そこにずっととらわれてると、時間だけが目に見える時間っていうのは流れていくんですけど、その方たちの時間って止まっちゃってるんですよね。でその時間を止めないようにするためにどういうふうにしたらいいかということなんですよね。ですよね。結局皆さんそこのハウツーというか、やり方がわからないで止まってらっしゃるんですよね。そうですね。好きで止まってらっしゃる方もおられますけどそういう方もいらっしゃるんですね。でも現実を知らないと、見えないところの現実っていうのを知らないとやっぱそうなりがちなのかなってやっぱり思ってしまいます。ですね。でみんなね、これ見られてる方も辛い経験山ほどあると思いますけど、今生きてるということはそれは乗り越えていっていうことなんですよね。やっぱりいろいろあったことをね。そしたらどういうふうに対処したらそんな天国にも行けない地獄にも行けない状態っていうのが解消できるかって、さっき言った通りなんですけど、とらわれないっていうもうそれだけです簡単にできればいいですよね。ただほら野球でもそうじゃないですか。三振した次の打順の時に自分のね、三振するわけじゃないんですよね。なんでってね、サッカーでシュート失敗しても、次絶対外すわけじゃないでしょ。次って必ず地上の時間があると必ず次ってあるんですよ。チャンスっていうのは必ず訪れるようになってるんで、それまで待てばいいだけなんですよね。うまい飯でも食って。だけど先ほどキスカさんがね、お話ししておられたブツブツさんは何かお話しされたんですか？もう悪口しか出てこない人のでしょ。そしたらいくらキスカさんがなだめすかすではないんですがしても耳に入ってないってことですよね。そう扱いにくい。扱いにくい。で仕事でね除霊とかすると、1人に3体ぐらいで入れ替わりつくんですよ。だからもう聞いててもどうしようもないから向こうが飽きるまで話させるんですよ。こっちは聞いてないけどねあそうって、で交代する人間がいなくなるまで我慢して話を聞くっていうのも一つの方法っていうのがあります。なるほど。で自殺の話に最後戻りますけど、自殺をすると天寿までは地上に行っぱなしで天国にも地獄にもあの世に帰ることはできないっていうのと、そこで時間が止まった人は人に対してね関係ない人までに同じような思いを持っているとその人を使って自分の恨みを晴らそうかっていう考えに至ってしまうっていうことなんで、やっぱり思うっていうことには気をつけておいた方がいいなっていうのが最後の結びになりますね。キスカの異次元夢話、異次元ナビゲーターはキスカとアシスタントは琴音でした。
はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。また噛んじゃった。では。